俺の名前は隅田実と言います。で今住んでるところはホノルルのダイヤモンドヘッドの麓やな。被爆場所は広島市曙町1丁目。今年75になる。俺の父さんは移民でハワイに来て、で領事館の何してるか分からない。俺はまだ小さかったから。それで結局真珠湾攻撃があった日に皆米軍に監禁されて、今度はアメリカに送られて日本に着いたのが明けの年の5、6月頃だったんだろう。だから俺はこの年で大東亜戦争の始めと終わりを経験してるわけだ。あれがアリゾナの記念館。あれがアリゾナが沈んだとこな。あそこのところアリゾナのマストが立ったり油がちょっと上がってきてる。結構沈んであれだけしか出てないね。もう今湖がこの向こうなんだろう。あれが有名になったの敗戦の時マッカーサーと調印式とかなったとか、向こうからみんな船が入ってきてこっちにみんな泊まっとったんだろう多分。軍艦ここみんな集まっとったよ。俺が小さい時ここは俺の遊ぶ場所だったのよ。真珠湾攻撃の時からもう落としてしもうたんだから。その日にもうアメリカの兵隊を取ったんだ。結局もうジャップいても朝の8時何本ぐらいだった。俺ら起きて朝飯食べて結局想像しよんでみんな外に出て空を見るわけね。飛行機が飛ぶの。すると日本で空襲にあったように大砲の弾があれが逃げるね。高射砲でもあれが言うのに人が言うのには飛行機に届かずにこう落ちてくる。そうもう市内に落ちるわけね。だからあっちこっちに穴が開いてハワイ中央学院いう日本語学校に一つ落ちたんだろ。みんな知らずにその日の終わりにみんな監禁されたわけね。子供から見たらもう奴隷と一緒やな。鉄砲口しかあるのか。そのまま引っ張られていく。それから俺らのことはもう空白になってるわけ。いてもいないと同じ。ホノルルにいる時は夕日も朝日も見えないの。監禁なんだ。ただ分かるのは朝食はハムと卵ですよ。昼食はサンドイッチですよ。で夕食はデザートが出るわけ。それで朝昼晩分かる。そして初めて朝日と夕日を見たのはロサンゼルス着いてから。船でロサンゼルス着いてそこからアリゾナまで連れて帰る。これが俺らが監禁されて頼って日本へ帰った地図なの。これがキャンプじゃないの。俺らが住んだのは牧場の従業員が住む家。それで今度はニューヨーク着いたら今度は FBI とかセキュリティでみんな守られてホテルに入る。そこからブラジルに行ってブラジルで交換された。ブラジルから帰る時は今度は病院船から脊髄をつけてそれで帰った。先週間の護衛もあってだから俺らはシンガポール経由で帰った。そこから今度横浜に着いた。ちょっと3月ぐらいかかるわ。あれはまだ7とやっと9つだから面白いばっかり。それだがもしか俺らが病気なんかして亡くなると結局アメリカの
日本からアメリカに帰る領事館の会員が1人減るわけだ。それがもう待遇は良かったよな。俺がこう話するとみんな嘘に聞こえるわけなの。結局みんな体験してないでしょ。その場に見てないでしょ。学校行く支度してたら警戒警報になった。それで警戒警報が解除になったから学校行きだした。行こう思って出たところ今度空見たら飛行機が通った。目の前がバーッと黒くなってそれで何も感じないのよ。今度は歩いて学校行く時にこう燃えるわけね。女の人はなんか裸になったもん。近くにいた人間はこれが焼けて今度皮がむけて結局この爪で持ってたわけ。歩いてる時本人も知らないのよ。わからないの結局。防火用水なかった4、5人が頭突っ込んでる。なんかもういろんな人間みたいな。だから俺らの方はまだ軽いわけなんだよ。やっぱり水ぶくれができると。ひどいのはみんなそこでいっぺんにカッと皮がもうちぎれるもん。やけどはもうこっからここと両足やられて、初めは俺はイザリだったんだよ。いや結局やけどで痛いからこれが結局肉はこうついたわけ。だからこれとこれで俺は家の中張って歩いた。食べるのもこう犬のようにこうして食べるわけ。それで今度は親父がこれを伸ばしたわけ。知らんうちにここを持ってパッて引っ張ったらここから血が吹いたもん。これも結局親父がこれを引っ張って破ったわけ。そりゃ痛かったよなあんた。お医者さんはないしよ、毎日泣いて暮らしたもん。俺の分はお姉さんが毎日これ油塗ったりお母さんの骨を吸ってこれ塗ってくれた。油だけでやると結構垂れるでしょ。今度は骨と混ぜてかかって吸ってつけたわけ。もういろんなことをしたいな。ただここ来た時にちょっと隠すようになる。結局人が見たら変に思うだろ。原爆症って見せたらまた伝染病のような気持ちになって、それでこれ兵隊検査も通らないの。これで兵隊検査行った時に結局裸にされた時兵隊がこれを見るわけ。これ何のやけどかって原爆のやけどいたらもう頭を横に振ってもダメになる。もしかこの原爆症が出たら結局政府が責任取らなきゃいけない。結局原爆症の病気は治しようがないことになってたろ。だから今の人間はただ頭がいいだけのもんやな。気持ちいいもんがない。そういう金さえあったら何でもできる。そう考えてもそういう経験をしてないからその痛みがわからない。あってはいけないもんね。ああいうことはもう今の子供なんかやらせてないもん。経験させてももうそんなことでなみんなすぐ流れてしまうの。両方感じてるもんで、どっちから見ても自分が正しい思ってやるのかも。親父の命令でみんな下が動くんだ。止めようと思っても結局何でも今頃多数決でいくからな。アメリカの議会でも日本でも。今はそれがおらんもん。人のために親父のために腹切る人間今おろ。昔のように。何でもこれ言って止めようがないんだ。because 時代がさせないもん。昔の役で悪いこと言ったら親はパッと切られる。切られるんじゃない、自分で切らなきゃいけない。今頃もう正しいことが正しくないのも正しいことを結局言って聞かなければ昔の人間は芝居って習わせ。だから忠実いうもんがね、その人に忠実で物事をやるよ。今頃みんな反発でやってる。